ない水で寝てもまあ大してその熟成しにくいというか、だから4種類混ぜてます今。これは一度にはうまいこと混ざってないので上と下で分けて混ぜてる感じになる。手打ちにこだわる理由とかあるんですか？なんかまあ香川県のなんかそういういい文化で廃れていってるんで、誰もやらなさそうなんで自分が受け継ぎたいっていうぐらいの感じですかね。中途半端手打ちにするぐらいだったらもう全部した方が、まあでも本当の次の時代に残るとしたら、めっちゃ機械化していくかめっちゃ職人でいくかの2極しかないなと思っていて、めっちゃ機械化される方は大資本がやってきたらすぐに負けるなと思ったんで、大資本がやりたがらないことをあえてやった方が生き残っていけるなっていう、単純にそう生存戦略もありますね。単純にもうこう手で切ったりとかそれを見るのが楽しかったんで、もうなんかシンプルにかっこいいっていうところから、はい、やってます。これが折りたたんでできたそうですね。こっちの方が分かりやすいね。全然
おはようございます。どうぞお入りください。でセルフサービスですので、天ぷらがもしありましたらこちらお会計できます。ご自由で取ってください。券をお取りください。食券出ましたらこちらにお願いします。はい、お待たせしました。好きなやつにどうぞ。ゆっくりどうぞ。はい、お待たせしました。ありがとうございます。仕事前に来られてるんですか？朝うどんでパワーつけてで仕事へ行くという。お姉さんも開業志望なんですか？私が一番最近です。まだ来て4ヶ月ぐらい。祖父母がうどん屋さんやってて長野で、それがきっかけで自分でうどん屋さんやりたいなって思ったんですけど、自分で食べたり、実際に作ってみたりして気づくこととか知れることがめっちゃ多いので、学んでてるなみたいな感覚がすごいあります。はい。あ、5時からショール言うて。朝人それ盛り上がった。もっと24歳ぐらいまで。はい、お待たせしました。味変の胡椒です。うまい。まあそうですね。最大来客数って何人ぐらいになるか分かりますか？何玉出たかは大体分かります。約1300玉。九太郎が開く前に彼はうちで働いてて、はい、その時にその数字を1回出したら間違いないんで。はい、お待たせしました。下の方から持ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。だしがすごく好みで、
あとうどんの麺の感じも好きで、天ぷらもどれを食べても美味しくて、特に鶏天が美味しい。2日3日ぐらい置いて味を染み込ませて出してます。休みの前とかだと12キロとか多くて16キロとかやります。塩麹作ってるんですか？塩麹もはい炊飯器で。はい、お待たせしました。週に2回ぐらい普通のかけうどん、朝ごはんの時は美味しいよ、ここのだしは。持ってたブランド。はい、大変お待たせしました。よろしくお願いします。ごちそうさまでした。いりこですね。いりこ途中で胡椒かけて食べるのをおすすめしてます。ペースト状のあれは何なんですか？あれがいりこなんですよ。あれがいりこなんですか？はい、いりこを粉砕してオイルで一回熱して香り出しをしてるので。肉のショーになります。OK、どうぞ。美味しいですね。びっくりしました。麺つるつる。プリンプリンしてるし、今までにないなんか、変だけどスイーツのような食感もあっていい意味でのうどんっていうハテナになるような、もうびっくりしました。本場の讃岐うどんって感じ。発見中です。はい、すいません。手のもらいますね。どうぞかけの中ですね。ありがとうございます。醤油をつけて、醤油がいいんですよ。漬物って食べるとまた美味しいんですよ。僕はこんなやり方なんで、大きかったら食べにくいから、こんまい方が食べやすいじゃん。トマト醤油。はい、醤油がまた美味しいんですよ。券をお取りください。はい、かけのショーになります。
りがとうございます。のりたまいきます。はい。番号からお願いします。ありがとうございます。のりたまのショーになります。ごゆっくりどうぞ。海苔すごい量ですね。あんなに入れるんですか。中やったらめっちゃ多いですね。あと両サイドがやっぱり分厚くなりがちなんですよね。真ん中の方が伸びやすいんで、茹でる時に両サイドが分厚かったら重さでこう引っ張られていって真ん中が薄くなりやすいんで。ありがとうございます。ありがとうございました。そうですね。俺とイブがちょっと行きますからね。はい、すいません。はい。ゆっくりどうぞ。はい、すみません、もう一つですね、お待たせしました。オッケー。ありがとうございます。めっちゃうまいです。炙りのショーになります。こちら側をお持ちください。
3玉ですめっちゃうまいめっちゃうまいですありがとうございます。3名様です。のり玉のショーになります。お待たせしました。お待たせしました。100円どうぞ。余りました。はい、どうぞありがとうございます。あ、売り切れです。すみません、はい。ごめんなさい。すみません。もうやないです。柔らかくなってます。朝も同じ作業してたと思うんですけど、水分が回るので結構柔らかく感じるって感じですかね。練りやすい。どっか修行に行かれてたんですか？まあそうですね、ジャンボうどん高木さんっていう善通寺の10年いました。ご両親であったりとか、おうどん屋さんをされてたとか、そういったのはあるんですか？コンピラさんというところで旅館を昔してまして、兄弟3人いて誰も継がなくて、全員自分の会社立ち上げたりとかしてて、もうそれを閉めて僕もうどん屋をオープンした感じです。うどんが好きだったっていうのと、香川県のうどん屋が一番美味しいよってずっと言われながら育ってきてたんで、うどん屋さん行ったら、あ、このうどん屋の大将って普通のおじさんやけど日本のトップレベルなんやなみたいな、こう羨望の眼差しで見てて、うどん屋の大将憧れっていうのがちっちゃい頃あったんですよ。でそれで、実際自分がそうなった時に海外旅行行ってて、で海外の人って自分の国とか自分のなんですかね、生まれた土地のお国自慢みたいなところをすごい誇らしげに話するのを見てて、あ、これ見てる時俺にはうどんがあるじゃないかみたいなのがあったんで、うどんありやなと思って、それでうどん屋しようみたいな思って手練りで手切りでするっていうやり方をやるんやったらこれやなと思ったんで、そうですね、それでやりました。